ハイサイ。皆さん明けましておめでとうございます。ボナネ。本年もよろしくお願いします。お願いします。さあかなさん、はい、2025年一発目、今回はスタジオから、去年に振り返ったり、はい、今年の抱負だったり、番組で行きたい場所などさまざまな映像を見ながらお送りしますが、まずは、はい、2024年はどんな1年だったかな。やっぱりですね、この番組がですね、番組を通してオフ会とか本当たくさんやったじゃないですか。そうですね。で、毎年この知り合いが増えるっていうのが、ファンの方が増えていてくれるのがありがたいって思ってて、バンソンさんはどんな1年でした？そうですね、45歳になって、日本に来たのは20歳の時。もうね、初々しい青年だったんだけど、もう25年経って今フランスよりも日本の方が長くなって、そしてね、今もこうやってね、地域にどっぷりと、沖縄のおじと化してきてるんだけれどももうバンソンさんパワー溢れてるから、もうどんどんね、いろんなとこも行ってね。いやもうおじです。でもそのパワーと元気いっぱいで、今年もね、2025年もプチ沖縄トラベラー頑張りたいと思いますので、早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。さあ、去年はね、クリスタルと3人で初詣で那覇のサイライン、通称ダルマ寺に行ってきたんですけれども、行きましたね。いい思い出だな、これもまたね、住職さんに案内してもらったりとか、鳥居がもうたくさんあって、いっぱいありましたね。本当にザ・日本っていうイメージがそこにあったんですけど、しかも記憶で確かだったら、去年かなさんはちょうど年女、そう、辰年で年女だったんですよ。なるほどな。今年何？今年はヘビです。ヘビ年。はい、もうそう、ハブですね。沖縄で言うと確かにね、ハブかもしれない。ハブ年っていうことにしておきたいと思いますけれども、ちなみに今年はもう初詣行きました？はい、行きましたよ。私は地元のよくお寺に行くところがあって、そこでおみくじを引くっていうのが毎年恒例なんですけども。おみくじ。バンソンさん、おみくじとかもしてます？おみくじね、結構数年前にちょっと途切れたんだけれども、それまででね、確かに11年12年連続ずっと大吉だったんですよ。すごい。ちょっと数年前途切れたんだけどね。でも引きそうだよね、大吉ね。でもね、そんなにすごい運の強い人間じゃないから、毎年ね、もうこれ自分の中でちょっとジョークにしてたぐらいなんだけど、この1年分の運をこの大吉を引くのにも使い切ってるんじゃないかなって思うぐらいな、ちょっとね、一人冗談っていう感じでは自分の中でそれがなってたんだけど、でもね、結構もう今年恒例の大吉出ましたってなってて。数年前には末吉が出て、そっからもう途切れちゃった。その時でもショックだったんじゃないですか？でも、その日常生活でそんなに変化は感じてない運の変化はそこまで感じてないから。私引く時も絶対大吉って言って念込めて引きますよ。もう気合い入れて。出ます？出ない。だからすごいと思って。初日の出には行ってきたよ。いいですね。八重瀬の方で、ちょっと近く、実際初日の出を見たところの近くに宿泊して混むじゃないですか、めっちゃ道がね。でその前の日から行って、でも見てちょっと感動しました。沖縄で初日の出だったと思います。本土に住んでた時はよく箱根だったりとか、素敵。あと江ノ島だったりとか。初日の出を見て、でついでに箱根神社で初詣したりとかしてたんですけれども、沖縄に来てからなかなか行ってなかったんで、今年初だったな。記念すべきですね。いやー、もうすっごい綺麗でね、やっぱりこの出てくる瞬間、少しずつなんか光が変わってくるっていう感動と、この砂浜でそうこうぼーっとしながら、もうこの1年も頑張ろうっていう気持ちでね、見てましたよ。初日の出はかなさんは習慣あります？あんまり行かない？私は毎年行くところがあって、実際行くんだ。そううるま市の活連城跡、そこから見る初日の出がもう本当に
すごくもうたくさんスポットでもあるんですよね、もうたくさんの人が集まってて混まないですか？混んでますよ。うちの南條もね、うんすっごい混みますよ。そうスポットは混む。知念岬とかの方に行ったりとか。そう、でも寒いながらもみんな初日の出待ってるんですよね。で太陽が当たるとこの神々しいというかちょっとパワー浴びて今年もいい日になるなっていい年になるなってね思いながら拝むっていう。じゃあそれがかなさんのおすすめのスポットなんですね。そう国連城跡ですね。なるほど、で昨年はいろいろ珍しいところや、初めて遠出もいっぱいしたイメージなんですけど、離島にね離島もいっぱい行ってきたし北部もいっぱい行ってきたし、もうなんか多すぎてねメモ見ないと忘れるぐらいだけどももうまずなかなか行くことがない多良間島、このね原風景と並木と、スーパーフードのに紹介してきたんですけれどもね、行ったことあります？あります、一度あってサイクリング、そう島を自転車で回るのもおすすめなんですよね。じゃあ次回はね、じゃああとはね、その多良間島と実際ロケは同じタイミングでしたんですけれども、宮古島と伊良部島、この宮古島の方ではシュノーケリングしたりとか、伊良部の方ではねもう本当に神聖な場所だったりとか、また薬膳料理だったりとか、もう本当にいろいろもう見てきたし、宮古はしかも僕行ったことがなかったのでずっと行きたいって沖縄で結構唯一まだ行ってないところだったから、なんかやっと叶ったっていう、なんかそれが叶った1年だった2024年でもあるんですけれども、あとはね北部もうなかなか行かないから北部は一緒に氷島、行きましたね。氷の島行ってきてクリアカヤックしたり、楽しかった。アダムとイーブの洞窟を見たりとか、あと、同じ北部の逆側で大宜味村木城家泉さんと、もうパワフルなね会になってましたけどずーっと同時に喋ってるずーっと同時に喋ってるから賑やかだった。とてもね、泉さんよく喋るし僕もよく喋るし、それをテレビ版で中身12分にしなきゃいけないのがだいぶあれだったけど、でもすごいだからね映像ではね多分泉さんからプロポーズされたのは1回だけなんですけれども、通してみれば4回ぐらいプロポーズされました。そうなの？4回5回ぐらいプロポーズされてたと思います。そうなんですけど本当にねいっぱい行ってきたけど、かなさんその中で、思い出になる回は何かありますかね？やっぱり私は一人ロケ、初の一人ロケ行った泣き人のハイビスカスをエキスとかね採取したじゃないですか。あれが初体験で、それが肌にね塗るとツルツルになって、皆さんいかがですかね？ちょっと保湿されてる感じ出てますか？出てます綺麗になってます？いやもともとは綺麗ですのでお美しいのでお気に入りの商品になりましたよ。かなさんお名前の中にも花のね、文字がやっぱり入ってるので、本当にハイビスカス畑の中にいるかなさんがすごいお似合いでした。ありがとうございます。あれドローンも飛ばしてね撮ってくれて、エンディングでくる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 って回ってそこから僕ずっとくるくるかなさんっていう愛称がついたんですけれども、もうハイビスカス畑とかもなかなかね、なんか夢のような風景っていうか、ロケーション素敵でした。最高でした。さあバンソンさんの思い出に残っている回といえば？そうなんですよね、そうなんですよね、ずーっとね、もう悩んでて選べなくって優柔不断だ選べなかったからもうこの自然と癒しっていうテーマでちょっとダイジェストにしてお届けしたいと思います。1個目がビセのフクギ並木で、もう一つは南城市でホースセラピー、その2つをお届けしたいと思いますので、優柔不断バンさんです、どうぞ。はいさーい、皆さんもう癒しの旅へようこそ。今日は沖縄県北部にある本部町の有名なこちらの観光スポットですね、ビッセのフクギ並木に来ております。植物もすごい茂ってる感じだし、本当に沖縄の不思議なゆったりとした時間が流れますね。
本当に癒される雰囲気っていうんですかね。この木漏れ日。はいさあ今回は普段のストレスから解放されるために南城市玉城のもう神聖なエリアに来てるんですけれども、時々馬さんが海に入ってるのを見かけるんですよ。今日はね、ここら辺に時々見かける馬を探し求めて、より一層癒されたいと思います。ここは別に乗馬クラブではないです。ホースセラピーをやる場所になってます。社会生活をしていく中で、つまずき経験があって、そこからなかなか立ち直れない方がホースセラピーやったり、そこからまた社会に戻っていくっていうようなことを支援してます。いいですね。馬さんと一緒に一歩一歩歩んでいく。本当にそこに自由があると思います。いや本当に素晴らしい取り組みですね。そうですね。いや本当癒されました。特にバンソンさんと都馬ツーショット、海をね一緒にバックに走ってるところとか、なんかもうドラマみたいだった。素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、自分で行ったロケ2つなのに、こうやって改めて映像を見ると福木並木の木漏れ日、もう綺麗だ。美しかったし、馬ちゃん大好きなんで子供の時ちょっとだけ乗馬もしてたんで、こういう映像を見たりするともう新年早々もう心清められたというか、癒されたっていうか、もう本当にって感じでした。本当に去年いろいろ行ってきたね、もう珍しい場所だったり遠出だったり離島も行ってきて、少しね2024年はちょっと踏ん張って今までなかったような遠出はしてきたんですけれども、カラスさんはもう今年2025年も行ってみたいとことかありますかね。遠出でもバンソンさんと一緒に行きたいのが、世界遺産国頭村、大宜味村、東村、この3村のこの世界遺産またがってるじゃないですか。国頭村、大宜味村、東村。はいはいはい。この自然世界遺産登録されたやんばるの方ね。やんばるにやっぱり行きたいなって。なるほどね。一緒に自然を見にとか、なんかいろんな体験しにとか行きたいなってちょっと遠出になっちゃうんですけど。結構そうね、北米最近行ってきたからな。ちょっと長めに待ってね。そっか順番がね。そうね行ってきたからね。そうね。僕はまた離島行ってみたいなと思うのいろいろあるんですけれども、例えばね家島とかまだ行ったことないんですよ。でところにゆり祭りとか、実はね昨年行こうとしたけど天候でちょっと行けなかったりとか。またね、例えば瀬底島だったりとか、あそこでね同じヴァンソンっていうフランス人が古民家でケーキ屋さんやっててすっごく美味しいマカロンとか出してるんで、気になる。そうそこちょっと行ってみたいなと思うし同じ名前の、同じフランス人でいいツーショット見たいだったりとか、あとねやっぱもう大好きなね、神様の島と言われる今回の馬さんのところの近いというか向かいにある久高島も行ってみたいなと思うんですけれども、離島といえば前確かにカナさん言ってた気がするんですけども、ルーツが久米島。そうなんですよ。母が久米島出身なので久米島もよく行ってたんですけど、昔は。離島といえばね、それを聞いたらカナさんと久米島行ってみたいですね。いろいろ案内してもらってとか。いいですね、行きましょう。そうね。今すごい取ってつけたかのように思い出したけど、カナさんとは船には乗ったことないよね。まだないですよ。カヌーだけ。船はないね。クリアカヤックはあるけど船はないですね。船酔いは全然しないです。よかった。強い。僕も全然しない。本当？全然しないから車酔いの方してる。船は大丈夫。じゃあちょっと高速船で久高島に行って2人が乗ってる映像、本当に船酔いしないかどうかを検証ご期待。でも遠出って言えば、カナさん昨年
相当な遠出されたじゃないですか。そうですね。しかもその遠出先ではまたいろいろ回られたんじゃないですか。ありましたね。どこ行ったの？イギリス、フランス、イタリア、スペインを20日間にわたって回ってきたんですけど、もうやっぱりフランス良かった。ワーサーさん一番かもしれない。本当ですか？嬉しい。実はちょっと前に、とある沖縄のタレントさんというか、お笑いのニッキーさんがいろんな国に行って、フランスが一番微妙だったって言われたから、あの時はちょっとショックだったけど、かなさんがフランスが一番良かったっていうなら、よかったです。見どころもちろんたくさんあるじゃないですか。モン・サン・ミッシェルもあるし、オペラ・ガルニエも、バッキンガムもうベルサイユだ。バッキンガムじゃない。バッキンガムはイギリスでちょっと小学校の地理の授業から出直しましょうか。ベルサイユももう豪華すぎてあんな見たことないっていうのが。実はベルサイユ行ったことないです。本当？モン・サン・ミッシェルだって初めて行ったのは十数年前なんで、もう日本に来た後で、ある時フランスに帰って、いやモン・サン・ミッシェルまだ一度行ってないのはフランス人として恥ずかしいなっていうのがあって、それでフランス里帰りするついでに、モン・サン・ミッシェルに行った。オペラ座は劇場？オペラ座はあります。だって僕エッフェル塔登ったことないもん。そうなんだ。東京タワー20回ぐらい登ってるけど、エッフェル塔はまだないですよ。近くまで行きました。でもエッフェル塔とっても綺麗ですよね。キラキラしててもパリだなっていう感じがした。そうですね。寒かったでしょ。とっても寒かったです。なんかね、SNS で見てたんですけども、雪降ってましたもん。パリフランスに着いたもう初日雪降ってたし、僕だって昨年9月帰った時にびっくりするぐらい天気悪くて、寒くて、うちの実家ってボルドー地方なんだけれども、少し内側に入った内地の方に入った感じで盆地になってるので、夏が暑くて冬が寒いんですよ。ただ結構9月にしてはこの寒さなくないっていう感じで、実家に着いて初日夜2度、9月でだよ。9月です沖縄まだ30度近くあったよ。気温差がで、まあおかげでと言いますか、3週間の滞在ずっと体調崩してました。そうずっとね。僕はね。本当大変なんだ。でもフランスそう見どころも多いし、もう料理が美味しいですよ。それはね、僕ねやっぱりね、世界で一番美味しい料理が、フランスと日本がもうダントツの1位で同点だと思ってます。もう全く違うジャンルなので、どっちが上か言えないぐらいどっちにも魅力があって、もうね同点の1位。どのレストラン行っても美味しいし、パン屋さんもどこも美味しい。あと親切でした。とってもみんなボンジュール、サバって言って、これね前言ったんですけど、フランスはね、もう例えばウェイターさんだったとしても、誰だったとしても、初めて会う時は人間同士の初対面なんで、上下はないんですよ。上下はない、お客さんウェイターとかって、もう最初の挨拶は人間同士の挨拶で、お客さんが入ったとしてもボンジュールって絶対、ボンジュールって絶対言わなきゃいけない。そのね一言目があれば、もう大体親切にしてくれる。でパリの人とかフランス人とか意地悪とかって全然座ってもサービスしてくれないとかっていうのが、最初の挨拶がなかったからでしょっていう感じはね結構あるから、最初のボンジュールはとっても大切よ。もう笑顔で言ってました。ボンジューって言って。そしたらとっても親切ね。すぐメニューも教えてくれるし、で写真見せてこれって言ったら、あこれねオッケーみたいな感じで。スペインも綺麗ですね。そうですね。サグラダ・ファミリア。そう行きましたよ。行きました。もうあそこね感動しますよね。だし、あとイタリアもベネチア。もう初めて乗りました。何でしたっけあれ。ゴンドラ。もうすごいですね。細い道も全然ぶつからずにスーっていくから神業と思って。今回はハニムーン？はい、ハネムーンです。ハネムーン、ハネムーンですよね。まあやっぱりカップルだとね、ベネチア最高な街ですよね。僕一人旅で行ってきたので心細くて、カップル多かったよ。どこに行くにもレストラン入りづらいですし、ゴンドラ乗ってみたいけど、一人で乗ってたらもう旗から見えたらこいつ寂しそうって思われそうだし、もう遠慮して遠くから見てて、ただあの時僕ユースホステルに泊まったんですけれども、ちょっと高級なユースホステル
ホテルより安いんだけど、ユースホステルの中では結構いい方上の方ででね、そのユースホステルはもともと修道院がユースホステルにもうリフォームされて、建物はもともとのだからその修道院で想像するような中庭があったりとか、すっごい素敵な場所だったんで、まあ一人旅でちょっと心細かったけどまあでもでも僕はその時はベネチアから寝台列車に乗ってウィーンまで行って、でその時オーストリアにも初めて行ってウィーンをちょっといいな見学して、ウィーンがあまりにも良すぎて帰りはね1日間違えて明日帰るんだよねって思った時にチケット確認して、今日だったってなってで時間を見たら30分後に離陸する、絶対間に合わないってなって乗れなかったっていうことでそれぐらい良すぎたねいやでもねヨーロッパね最高でした。もうまた行きたいな。いやねいつか、ボルドー行きたい。ボルドーぜひ。ボルドー行きたかった。僕もね実は2011年に、東京からだったんですけれども、このファンの方々とかと一緒に行くフランスツアーを組んだんですよ。であれねあんまりもう良かったので、またねそれを沖縄から行きたいなと思って、そのボルドーツアーとかワイナリーってちょっとテイスティングしたりとかシャトーを見たりとかそういうのもしてたから、いつかねもうツアーを組んで、プチ沖縄トラベラーインボルドーとか、かっこいい、ね、逆パターン沖縄のかけらもないけど、その時はカナさんがいるっていうことで、沖縄感そこで出しますよ。ぜひもうこうそうだね、着物も着てから沖縄の郵送して、そしたらもう名前プチ沖縄トラはつけてもまあちょっと無理やりですけどありかなと思いますね。夢が広がりましたね。夢が広がりますね。まずしばらく沖縄県内でフランスロケはおろか、もう近場のロケでも沖縄県内でももうデージもうアンジャビオってもうフランスでやればこうねちょっともうかかってますのでね、ちゃんともうスタッフさんもプロの方々だったり機材とかあってね、いろいろ遠出するとねあれなんで、これはできてるのがね皆さんの協力のおかげですので、もう常にスポンサー募集しております。また簡単にご協力をしていただけます。もうねチャンネルもね、収益化したんですけれども、ビビたるものですからね、月2000円とか3000円とかしか入ってこないんで皆さんの駐車場代ぐらいが浮くっていう感じなんですけれどもあとはねチップも送れるようになりますので、この動画の右下のハートみたいな、こうハート、最近の子たちってこうだよね、こうですよね。動画の下のハートがあって、そこにドルマーク、ハートにドルマークがついてるんですけど、ちょっとやらしい感じがするけどね。そこをクリックしてもらって2の金額で寄付していただけますし、この前もチップ入りました。ちょっと前に大宜味村のこれ面白かったとかってで、それで選べても本当に100円とか200円とか300円とか、もう逆に全然5万円とかでもチップできますし、あとメンバーシップっていうのもありますね。そのチャンネルのメンバー登録って月会費でプランを3つ用意してるんですけれども、チャンネルの応援にもなり、またこのコメントが優先的に上に載ったりとか、このメンバーの人しか使えないスタンプ、我々のイラストのスタンプとかがあったりとか、このね少しでもこのチャンネルの応援で月々そういうのもできますので、今後ともね末永くできますように皆さんのご協力が、いつも以上に今必要でございます。デイジーもうなんかバズさん似合わないけどね、これね。そうだよね、僕あんまりこういうのやんない人だけどもうそれぐらいよろしくお願いします。お願いします。気持ちは2025年もね末永く続けたいので本当によろしくお願いいたします。待ってるよ。さあもうねたくさん素敵な映像を見て振り返ってもういよいよエンディングになってまいりましたけれども、かなさんそういえばまだ聞いてなかった。今年の抱負は？今年の抱負は昨年アギジャビさんとコラボしたじゃないですか。ああいうコラボを増やしていきたい。
なんか YouTuber 同士でってやっぱり面白いじゃないですか。まあ、はいドッキリね仕掛けられちゃったんですけど、そうあれはあれで楽しかったんで。すっごいねハロウィンでねちょっとドッキリ仕掛けちゃってよもうすっごいテンパってたからもうずっとその後僕罪悪感で気にかけてくださってバーソ本ンさんが。当に大丈夫かなやりすぎたかなってちょっとでもありがとこうやっうございますて喜んでくれるんだっそうたらそうそう楽しいからなんかコラボとかいっぱいしていきたいなってあやりたい。いいですねうん僕ねいろんな方には実は声かけてたりとかしてるのでまあそのためにもちょっと予算が必要だったりするそうお願いしますのでスポンサー募集しておりますけれどもはい僕もコラボをぜひ増やしていきたいと思います。またねこの日本で日本紹介している外国人の YouTuber 日本語できる方々とのコラボでそれでいろんな国の方々に届けるより多くの人に世界中の多くの人にこの沖縄の魅力を届けるのもちょっと検討しているんですね。でもちょうどそれは僕の抱負でもあるんです。もう今後も大好きな沖縄の魅力をこうやってねできるだけ多くの人を世界中に届けられるのはそれがこれからもやっていきたいなっていう抱負なんでちょっと一致しましたね。本当に。ということで皆さん2025年もプチ沖縄トラベラーをよろしくお願いします。皆さんぜひチャンネル登録をゆたしくウニゲーサビラ。それでは See you シーター